パワーハウス、どうも、ルミです。はい、ちょっと今週はね、忙しいんですよ。引っ越しの最後の週。ほら、こんな感じでね、ちょっと汚いですけど。なんでね、なかなかね、撮影できなくて、この前ね、日曜日にレオさんと撮影しに行ったんですけど、3本撮りぐらいしました。はい、そうなんですよ。だから、今日から数日間の動画はですね、メインとなる部分は、この前日曜日に撮った内容になって、その部分の前後は、なんかタイムリーな感じの動画になると思いますんで、ちょっとご了承ください。はい。で、今回の動画はですね、レオさんと5種類のオーリーについていろいろ紹介させていただきましたので、ぜひ、この後最後まで見てください。イエイ。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。いろんな種類のオーリーっていうのをちょっとやっていただいたんですけど、はい、まあ多分みんな自然と、なんていうんですか、そういうのを覚えていく感じになると思うんですよね。なんか、例えば50-50やろうってなったら自然と多分前に飛ぶオーリーを練習したりとか、でもこうやって改めて考えると、まあある意味5種類のオーリーあるっちゃあるんで、ね。で、まあ一応できるようになった方が、まあいろんな遊び方ができるっていう感じだと思うんですけど、まあ、まず物声はこれよくみんなね、こう目線どうするんですかって聞かないですか。なんかやっぱりみんな多分、初めてオーリーする人はもう真下しか見てないから、でも結局前を見てもうボード見ずに飛ぶ感じですよね、基本的には。そうですね。いかにそのなんていうんですかね、目標物を飛ぶ前に止まってしっかりそのオーリーできるようになって、進みながらオーリーできるようになって、しっかりそのオーリーと自分がいかに一体感できるかっていうのをこう重ねて、で、まあ、物飛びしながら、まあ、その感覚を養って、まあ、言ったらこう足元見てなくてもオーリーが綺麗にできる状態になるのがやっぱり理想なんですよね。自分のオーリーの限界に近い高さに乗ろうとすると、やっぱり負けられます。ですよね。はい、ね、階段さっきそれはもう、多分全スケーター一緒で、例えば1メーター飛べるオーリーの高さのスケーターが1メーター10センチの台に乗ろうとすると、やっぱり体がね窮屈になって負けられたりすると思うんですよね。やっぱり今自分ができる高さの段差から攻めていくのがいいんじゃないかなと思います。確かに。組みコーンが飛べるぐらいだったら組みコーンと同じぐらいの高さにオーリーで乗る、まあ多分ボックスぐらいが多分ねちょうどいいと思うんですけど、なんか多分初心者だと一瞬びっくりするのはこの滞空時間の長さとかちょっとびっくりするのかなと思って、いきなり今までに感じたことない
対空の長さっていうありますね。ね、まあそれでねちょっとビビって、ままくられるとかあるかもしれないですけど、あとやっぱりその分なんですか、負荷がかかるから、G がかかるから、そうです。ビールバイトとかもありえるから、やっぱりこう膝柔らかくしてそうですね。着地みたいな感じですかね。はい。オーリーダウンのいいところは滞空時間が長くなるんで、オーリーの形が作りやすいんですよ。今のオーリーの形を作るための練習として、ダウンオーリーって結構すごい多用してやってました。滞空時間を使ってノーズを刺すはいはいはい。っていう動きを練習して、今のオーリーの形になりましたね。なるほど。なんでそういうダウンオーリーにはそういうメリットもあるんで、ぜひダウンオーリーは僕的にはおすすめの練習ですね。なるほどなるほど。まあ多分オーリーやりたての人からしたらちょっとくせ者レベルのものだと思うんですけど、このオーリーを正面に飛ぶと、背面に飛ぶっていうこれ結構、まず正面に関しては正面の方が技術的にはちょっと簡単なんですかね、その背面に飛ぶよりかは。そうですね。普通に物声と変わらないんだけど滞空時間がもうちょっと長くなるみたいな。そうですね。あとは見え方が違うんで、背面側にある目標物を超えるのと表側にあるものを超えるので、やってる感覚とか、シチュエーション違うと思うんで、そこが違う、それが練習になるし、オーリーのスキルアップにつながるところなんじゃないかなと思います。そう、なんか僕これそこまで練習してこなかったんですけど、でもこれって結構できるとそのストリート乗りがすごくおしゃれになるのかなと思って、なんかクルージングとかしてて、要は歩道からこの歩道の段差からこの道路に例えば降りるときに、ちっちゃいオーリーでも背面だったり、正面だったりで、それをやっぱみんな基本的に斜めに飛んでいくわけですよね。だからこれできた方が多分その街乗りとかもそうだし、パークもいろんな角度から乗りこなせるっていう感じになってくると思うし、だから感覚としてはやっぱ身についた方がいいものですよね、絶対に。後ろ側にあるものを飛ぶのと前にあるものを飛ぶのって50-50とかボックスのトリックにもつながってくるんで、で最初はね本当小枝とかでもいいですし、低いものからね飛んでいって、慣れてきたら高さ上げるっていう、そこの練習スタイルはそんなねいつも通りのオーリーな感じでやりつつ、今日5つやりましたけど、オーリーっていろんなシチュエーションでいろんなところでやると思うんで、無限大じゃないですか。もう街のいろんなところでオーリーができると。なので本当に皆さんもいろんなところでオーリーをやってほしい。いつもやってる練習だけじゃなくて、今日やった5つのプラスアルファちょっと違うところで練習してみるとか、いろんな環境でねオーリーやれると、それはもう間違いなく経験になるし、いつの間にか上手くなってる。バンクでするオーリーもまた違ったりするんですよね。で、あとこう斜めにね、多分ストリートだとこういう下りの状態でオーリーしなきゃいけなかったりとかね、なんかいろいろそういうことですよね。だからオーリーはもうとにかくいろんな形ができるようになった方がいいですね。いろんなところでやれるといいんじゃないかなと思います。はいごはいご飯のお時間でございます。はい、今日もキムチ鍋でございます。キムチ鍋じゃねえ、豚キムチ。最近ちょっとねこれハマってて、結構ね週 2,3 回ぐらい食ってるですね。僕ね結構そんな感じなんですよね。ハマるとしばらくそれを食っちゃう。あとねシンプルだしね、美味しいしいいっすよー。いただきます。もう食べなくてもうまい、うますぎー。もう食べなくてもわかる。うまっ。英語圏に住んでる方でこの豚キムチのうまさってどれぐらい想像できるんですかね。豚キムチめっちゃうまいですよ。
ね、超シンプルだから、豚買ってキムチ買ってそれだけうん、うまっ。どうでした？ 5 種類の王林。はい。で、これは本当にね、頭に入れてるのと入れてないのとで全然違うと思うんですよね。うん。必ず全部役に立つオーリーですから。今日月曜日なんですけど、土曜日にも引っ越しなんですよ。